旅の K です。今回は東南アジア最大の湖、トンレサップ湖にある水上村と水上レストランを体験します。チャンネル登録して一緒に旅を体験してください。ヘリテージスイーツホテルをチェックアウトしました。グラブで配車して次のホテルへ移動します。大きなスーツケースがあるので、今回はトゥクトゥクではなくシートが広いレモルクを選択しました。ホテルをチェックアウトします。本当に近くにいる。あれです。シートは対面で4人以上座れそうな広さ。スーツケースを置いても足元は広々としています。トゥクトゥクと比べてスピードも速い気がします。本日から2泊するサライリゾート&スパに到着しました。Hello. We need you to fill some information. Yes. Just only your last name, first name, phone number, email, and your signature right here. Okay. Thank you so much. ウェルカムドリンクとおしぼりをいただきました。いい香りする。今回の旅の計画で初めに泊まりたいと選んだモロッコ風のオリエンタルなデザインが魅力的なホテルです。少し早く到着しましたが、無料でアーリーチェックイン対応をしていただけました。わあ、振り向けになってる。ホテルの詳細は別動画で紹介します。サライリゾート&スパからシムリアップの繁華街までは徒歩12分ほどですが、暑い時間帯なのでトゥクトゥクで向かいます。Google 評価 4.9 圧倒的な高評価店アンコールハンドプルヌードル&ダンプリン。Thank you. お店に着いたところで、この旅で初めての雨が降り始めました。美味しい。全然違う。美味しいな。これはすごい。評判通りの絶品で高評価が納得の味でした。こちらも詳細は別動画で紹介します。綺麗ですが、トイレットペーパーは見当たりませんでした。美味しかったね。そして風が涼しい。本日のメイン、トンレサップ湖半日ツアーに出かけます。東南アジア最大の湖トンレサップ湖。
寒気と雨季で面積がおよそ4倍にもなる伸縮する湖。寒気でも琵琶湖の4倍、雨季には20倍にもなるそうです。シェムリアップから近いチョンクニアからの観光が定番ですが、今回はより素朴な暮らしが残るコンポンプルックから観光します。外がここを開けれるから。So good afternoon. Good afternoon. My name is Ram. 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 His name is Jim. Jim. So now just go to see the floating village in but it's no water. It's dry up already. Dry up, so no water. And then we just walk through the village, floating village. And after that we ride a small boat to the lake. Stay on the boat to see the sunset on the lake. So I come from different countries. You come from? We're from Japan. Russia. 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 Fine. チケット売り場に到着しました。チケットの手配はガイドさんが済ませてくれています。清潔ですが、中に紙はありません。外に紙がありました。売店もあります。高床式の建物が見えてきました。今は地面が見えていますが、雨季にはこの辺りも湖の中なんですね。こちらは雨季でも陸地として残る仏教寺院ワット・コンポンプルック。鮮やかな色彩が特徴的です。村の学校が見えてきました。ここにあるのは未就学児のプレスクールと小学校にあたるプライマリースクール。雨季には水に覆われるためボートで通うそうです。校舎の下に汚物タンクが設置され、水質汚染を防いでいます。この道路は2021年にコンクリートで舗装されたそうで、寒季の生活環境が大きく改善されました。こちらは多くの家に設置されている精霊を祀る祠。ガソリンは1リッターで 1.5 ドル、かなりの高級品です。路面店は雨季には2階で営業するそうです。水上村の暮らしを体験できる民泊もあるそうです。こちらは教育支援を行う NGO 団体が運営する補習スクール。カンボジアの小学校は
午前と午後に生徒を分けて授業を行う2部制の学校が多くありま子す。供たちいっぱいおる。学校が終わった子どもたちが補習スクールで英語やパソコンを学ぶことができます。お坊さん乗ってるな。船着き場に多くのボートが係留されています。気をつけてください。ほとんどの船が水色に塗られています。水上村の家も水色でした。それではボートに乗り込んで水上レストランへ向かいましょう。船着き場周辺の水路はかなり狭くなっています。ゆっくりと水路を進んでいきます。めっちゃ泥飛んでる。湖が近づくにつれてスピードが上がってきました。浸水林が見えてきました。雨季には水位が上がり、手漕ぎボートで森の中を巡るツアーが楽しめるそうです。参加してみたかったのですが、全然無理ですね。水上レストランに到着しました。この階段から2階に上がってみます。怖いんですけど、ここ。はい、階段の段差が激しい。どうやって降りるのこれ帰り。遠くを見ると局地的に激しい雨が降っているのが見えます。これは雨柱とも呼ばれるそうです。鬼滅の刃に出てきそうですね。店内ではお土産物が販売されています。ワニの頭骨45ドル、赤ちゃんワニの剥製15ドル。伝統影絵スクトムをモチーフにした革製のお土産。多分影のやつやな。革乾燥クロコダイルだ。乾燥クロコダイル。ちょっと値段がよくわかります。カップヌードルもカップラーメンもここで食べれるってことですか。マカロニスネークワイン15ドル。スネーク&スコーピオンワイン25ドル。サソリとかも入ってる。バイヨンジンのクメールの微笑み35ドル。面白いお土産が販売されています。苦しいが欲しいです。男性分があって、トイレは清潔でした。トイレットペーパーはなかったのでご注意ください。パイソン。ウサギ、パイソン、オオトカゲ、ワニが飼育されていました。あれ、オオトカゲもいますよ。まだなんか黄色なんですけど。有料でワニの餌やりも体験できます。bán à, đi bán. Ô, cá mấy ấy nhỉ? Thế nó vẫn lấy nôm tầm hai lấy nữa phải đó thấy. Tầm muốn khuyên, nhóm khuyên người ta ít ấy.
アンコールビアビッグボトル 4.5 ドル、缶が 1.5 ドル。あ、食べ物もあるんや。あ、これビッグ8ドル。調理してくれます。ほら。フレッシュココナッツをいただきました。ああ。It is cool? Yes やって。まずはそこを切ってはんねんな、これで。はい。切りはよくカットしてくれました。わあ、上手に切れる。氷と一緒に保管されていましたが、あまり冷えていませんでした。人が飲んでる時の方が取りやすい。雲が厚く、今日は夕日が見れないようです。すごい揺れてる。他のボードに来ていたツアー客も夕日を諦めて帰り始めました。周辺にはいくつかの水上レストランが浮かんでいます。帰る前にトンレサップ港を少しクルージングしてくれました。それでは本格的に帰ります。雨季の浸水林を手漕ぎボードで巡るツアー、体験したかった。船着き場に到着しました。他のツアー客も続々と戻ってきています。少し歩いたところにお土産物屋さんがありました。お土産物屋さんなんやね。駐車場でした。車に乗って帰ります。トンレサップ湖の水上村は雨季の方がさらに楽しめそうです。ホテルまでの送迎予定でしたが、オールドマーケットで降ろしてもらいました。夕食は人気レストランクメールキッチンでいただきます。 Do you start barbecue? 17時以降限定で提供されるバーベキューがお目当てです。あ、ビール来た。そうやな。Thank you。よく冷えたアンコールビール1ドル。バーベキューはどれも香ばしくて美味しく、ビールがどんどん進みました。こちらも詳細は別動画で紹介します。トイレ？トイレは清潔で、トイレットペーパーもありました。
食後は夜の街を軽く散策。ハブストリートは観光客で賑わっていて、とても活気があります。グラブでトゥクトゥクを配車してホテルに戻ります。はい。シェムリアップ川沿いのナイトマーケットも賑わっています。マイコートがすごい。東南アジア最大の湖、トンレサップ湖。素朴な暮らしが残るコンポンプルック水上村を巡りました。近いアンコール王朝発祥の地とされる聖なるプノンクーレンを巡ります。神秘的な遺跡と雄大な自然、見どころが満載です。最後までご視聴いただきありがとうございました。いいね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。